野球殿堂博物館は2023年1月13日、今年の野球殿堂入りを発表し、競技者表彰のプレイヤー部門にアレックス・ラミレスさんを選出しました。ヤクルトや巨人などで活躍したラミレスさんは、プロ野球の外国出身選手で初となる通算2000安打を達成するなど、ファンの記憶に刻まれています。そのラミレスさんは現在、野球以外でも様々なことをやっています。いくつかの会社を経営していて、その会社の中の一つではベネズエラからコーヒーやラム、カカオなどを輸入していますと語っています。また、もちろん名球会のこともと切り出し、今年から国際本部長という肩書きをいただきました。我々は海外へ向けて名球会の名前を広げたい。私の仕事は世界中の国々とつなげて日本の野球を海外に知ってもらっていくことですと、外国人選手として初めて名球会入りした立場として日本野球を世界に発信する仕事にも注力していると語っていました。今一番熱い日本人、アレックス・ラミレスさん。あまりにも知られすぎている彼の軌跡を今一度たどります。ラミレスさんはベネズエラ・カラカス出身の元プロ野球選手、現在は YouTuber としても活躍しています。ヤクルト時代は入団1年目の2001年にチームのリーグ優勝、日本一に貢献。以降も主力選手として活躍し、2003年には本塁打王、打点王、最多安打のタイトルを獲得。2007年には外国人選手、右打者としては史上初のシーズンに100本安打を達成し、2度目の最多安打を獲得しました。巨人時代は主力として2008年に打点王、2009年に首位打者、2010年に本塁打王、打点王のタイトルを獲得するとともに、2年連続で MVP を受賞し、2度のリーグ優勝、2009年の日本一に大きく貢献しました。DNA 時代は2013年に日本通算2000安打を達成し、外国人選手では史上初の名球会への入会を果たしました。8年連続100打点超えの記録も持っています。選手引退後は横浜 DNA ベイスターズの監督に就任。当時は珍しかったデータを駆使し、若手を積極的に起用して低迷していた球団を19年ぶりに日本シリーズ進出に導きました。有名な話ですが、日本に来た当初は長くプレーする気はなかったと語っていたラミレスさん。しかし徐々に日本野球のレベルの高さを感じ、この国を受け入れ、周囲の人を受け入れるところから始めようと考えをシフトしていったといいます。そのために日本に特徴的なある3つの精神を大切にしたのです。ラミレスさんは日本で学んだことが3つありますと言います。まず1つ目はしょうがないシチュエーション、2つ目ははい、わかりました、3つ目頑張ります。外国人にとってこの3つに適応するのは簡単ではありません。僕らは日本に住んでいるし、日本で成功したいと思うなら自分が日本にアジャストしないと日本が自分にアジャストはしてくれませんから。メジャーリーグで私はレギュラーじゃなかったんですけど、実は日本で選手時代にメジャーリーグからオファーがあったんですよ。でもバックアッププレイヤーには戻りたくなかったので日本に留まることを選びました。スーパースターになれるチャンスもあるし、ファンもいるし、日本が合ってるんじゃないかと思えて、日本に残ると決めてから事態は良くなりました。より日本の野球に合わせるようになったので、ファンも応援してくれて、ここがホームだと思えたんです。分析野球で采配を振るったラミレスさんは一方で、来日した時の若松勉監督の影響も大きいと言います。成績不振だったラミレスさんを見守ってくれたそうです。ラミレスさんは、若松監督はとても静かであまり喋らない人です。私を起用する理由を聞いたのですが、笑っているだけ。本当にいい人で、なんでそんなに我慢強いのかと不思議でした。選手への接し方には注意が必要です。教えるというのは上から指示することではなく、まず選手に考えさせて、それから問題を修正していくこと。選手によっては、こうしなさい、ああしなさい、という方がいい場合もあります。そうじゃなく、意見を聞いた方がいい選手もいます。例えば大谷翔平。彼に、こうしなさい、という人はいませんよね。それぞれの選手たちとのコミュニケーションを学ばなくてはなりません。調子の悪い選手を起用し続けるとき、我慢する理由をコーチに説明しなくてはなりません。監督として最も難しいことですね。そんな時、選手にはこう言います。必ず出るチャンスが来るから準備をしておいてくれ。大丈夫。
今日は休みじゃないぞ、準備だと自分の感情をコントロールできないとダメですとその監督論を語っています。また監督時代の2019年1月23日、ラミレスさんは日本に帰化しました。横浜市内で取材に応じたラミレスさんは、やっと夢が叶った、とても嬉しいと笑顔を見せました。日本語で、昨日から日本人です。私の日本語はまだまだです。でもこれから勉強しますと懸命に言葉を並べました。帰化の理由については、日本のことを非常に愛していますし、日本人の皆様も愛している。日本で非常に多くのことを学び、今ここにいるのも学んだことが身になっている。支えてくれた方々にお返し貢献したいと思い、日本人になることを決めましたと言い、プロだけでなく日本野球界に何らかの形で貢献したい。日本人としてできれば光栄ですと日本でプロ野球界に貢献していくことに決意を述べていました。本国の両親については、非常に喜んでくれて、ベネズエラにいるより日本にいる時間の方が長いからあなたは日本人ではないかと言われました。母はベネズエラで日本帰化に必要な戸籍上の書類を揃えてくれた。国籍が変わっても家族の縁が切れるわけではない。私の両親に変わりはないと語りました。名前は漢字にせず、今まで通りカタカナ表記を用いるといいます。現在はテレビや SNS などでマルチに活躍。仲良し家族の日常を配信する動画はおよそ24万人が登録する人気ぶりです。現在のラミレスさんを語る上で外せないのが夫人の存在です。ラミレスさんの妻美穂さんは夫について、彼は本当に体で愛情を表現するので、朝起きたらハグ、子供にもハグ、朝ごはん作っている時に私が包丁を持っていても後ろからハグ、1日10回以上、家に帰ってきても1年以上会っていなかったかのようにハグしてきますねと明かします。2人は2015年に結婚。テレビ番組ではその生活を赤裸々に語り、周囲を驚かせました。彼は体のスキンシップをものすごく大事にしているので、夜毎日でもやりたいって言うんです。でも子供が何人もいるし、ホルモンの関係で嫌な時もあるし、断ったりとかするんですけど、そうすると朝起きた時スキンシップがないし、おはようって言っても無視するんですよ。怒ってて機嫌が悪くなると苦笑します。そういうことを僕は大切にしてるんだから、あなたも尊重しないと夫婦関係はうまくいかないよと。そんなんで4人目ですよ。全部ホームランとあっけらかんと明かします。そんな円満夫婦にも試練の時があったようです。今から8年前、美穂さんは長男の健二君を出産しました。出産直後、健二君は心臓が弱いことが分かり、集中治療室がある隊員に搬送されることになります。ベビー搬送の際は夫のラミレスさんが付き添ってくれたそうです。美穂さんは携帯電話で生まれた直後、心臓と調べたんです。するとダウン症となりました。お医者さんは検査の結果が出ないと何も言えないからと、その話はしなかったのですが、私が調べた限りではダウン症に違いないと。我が子がダウン症を、もうどうしようどうしようってなりました。搬送先から戻ってきたラミレスさんにそのことを伝えると、不安になる気持ちは何に生かされるんだとラミレスさんは激怒したそうです。美穂さんは、そんなことを調べるのはもちろんいいけど、今日すごく大変な出産をして大切な子供が生まれてきて、そこに何の問題があったって怒るんです。そして検索をして不安になる気持ちは何に生かされるんだとも、今はとにかく子供が安全に成長できることだけを祈ればいいんだから、こうだったらどうしようっていうのは実際になってから考えなさいとも言われましたと語ります。ただでさえ気持ちが不安定になりやすい産後ですが、自分で検索した結果で頭がいっぱいになる美穂さんをラミレスさんは厳しくも優しい言葉で支えました。またこういったラミレスさんの考え方は現在にも美穂さんにいい影響を与えているといいます。いつもポジティブなラミレスさんの口癖は、 Nothing we can do。 これは僕たちは今何もできない、なるようにしかならないよという意味です。美穂さんがでもさとネガティブな話をしようとすると、それを考えてどんなことがあるのをその5分間で違うこと考えれば違う意見が出てきたんじゃないと言われるほど一度もネガティブな話はしないというラミレスさん。美穂さんは、彼はそれを本当にずっと諦めずに私に教えてくれました。すると私もまあそうだよね、そんなこと考えても何も進まないし、まいっかって考え方に変わったんです。いっかっていうのは適当な意味もあるけど、いっかっ
別に考えてもしょうがないね、なるようにしかならないよねって思えるいい言葉だなって思うんです。今考えるとケンジが生まれた時の感情は不安というか、何とも言えない複雑な感情でした。しかし今、当時の自分にアドバイスするなら、夫と同じ言葉、調べたってね、何にもいいことないんだからと声をかけたいと語っています。そんなラミレスさんは2022年10月13日、外務省から日本とベネズエラの相互理解の促進に貢献したとして外務大臣表彰を授与されました。同省で行われた授与式に出席したラミレスさんは、野球選手として活躍し、人間として成長できたのは日本文化を学んだおかげだ。今後も日本とベネズエラの友好促進に貢献したいと通訳を介して喜びを語っています。時を経てもはや日本人の憧れとなったラミレスさん、今後もその明るいキャラクターを生かし、多くの日本人を元気づけていただきたいと思います。そしていつか必ず侍ジャパンの監督としてWBC 制覇を成し遂げられるよう心から願っています。みんなでラミちゃんを応援しましょう。これでこのお話は終わりです。この動画がなかなか良いと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご覧いただきありがとうございました。